アイコン Z 男性部門グループバトル、日本武道館のファイナルステージ進出をかけた4次審査では、総合力が高いメンバーが揃った Z ファクションが脱落する波乱の展開に。他のグループと兼任している6人のメンバーは武道館ファイナルに進めるものの、ただ一人兼任のない佐藤重虎はここで脱落かと思われた。しかし重虎君をキッドマティックに入ってもらって、武道館でキッドマティックとしてパフォーマンスするとすごく合うんじゃないか。20人全員で武道館行くっていうのはどうでしょうか。重虎はキッドマティックに電撃加入。そして勝ち残った3グループ20人が目指す次なる舞台はファイナルステージ日本武道館。実はそこで披露するのはそれぞれのオリジナル課題曲だけではない。課せられたもう一つの新たな試み、それは EXILE トライブとのコラボ。ジュニア EXILE の先輩グループと組み、大観衆の前でコラボを披露することに。リルリーグにはランページ、キッドマティックにはファンタスティックス、クルーナーズにはバリスティックボーイズ、EXILE トライブ全員で応援したいという気持ちいっぱいなので、みんなで武道館を最高のエンターテインメントとして成立させましょう。よろしくお願いします。リルリーグのコラボ相手に指名されたのは総勢16人からなる力強いパフォーマンスが魅力のザ・ランページ。キッドマティックには爽やかな曲調が印象的なグループファンタスティックス。クルーナーズには7人全員が歌って踊れるグループバリスティックボーイズ。武道館の大観衆を前にトップアーティストと肩を並べてのコラボレーション。求められるのはプロのクオリティ。そのとてつもない重圧が思わぬ事態に。この状態だったらちょっと武道館は正直出れませんって言われるのも、俺はそこを受け止めたい。それが武道館に向けてのやる気じゃ、それじゃ足りないですよって言いたいですよ。できない時にすごいなんか嫌な顔されるとめっちゃムカつくし、これをそのままお客さんの前で出すとかっていうのは考えない方がいい。個人戦じゃないじゃん。やりたくないならやりたくないって言ってくれた方がまだいい。楽しく踊りたいなら趣味でいいから、もうすぐ帰っていい。武道館に足を踏み入れる資格があるのはプロとしての覚悟を身につけた者だけ。デビューへの道が開けるグランプリの座をかけて、いざファイナルステージ武道館へ。ファイナルに勝ち残った3グループは初めての11日間に及ぶ強化合宿に突入した。3チームしかないから色がやばいし、その重虎がキッドマティック来てるのがそっちしか見んかも。佐藤重虎が加入し9人グループとなった新生キッドマティック。その自分の行動でチームに減点も加点にもなるので、ちょっと気合い入れて一つかませるように頑張りたいなと思います。合宿初日、まずはプロデューサー陣からファイナルに向けた激励の言葉。ここからまた視野を広く持って、自分が将来どうなっていくかをいろんな想像しながら、いろんな自分の可能性をこの合宿でまた探っていっていただきたいと思います。今回の強化合宿、最大の目的はファイナルステージでオリジナル課題曲とともに披露する EXILE トライブとのコラボ曲に取り組むこと。また合宿最終日にはファイナル直前チェックが控えている。コラボ曲をプロデューサー陣に発表し暫定ランキングがつけられる。新加入重虎、
まずはキッドマティックのオリジナル課題曲「ジャイアントステップス」の振りを確認。ステップで変わるスイッチか。さすが今まで何度もダンス日本一に輝いてきた重虎。合宿が始まるまでに完璧に振りを覚えてきていた。違和感なし。キッドマティックへようこそ。みんなキッドマティックへようこそ。新生キッドマティック、武道館に向け新たなスタートを切った。高いハードルをチーム一丸となって乗り越えるべく、この日行われたのはグループ初の親睦会。大木だ。かわいい。翼は。来てや。かかってるから食わせろよ。食わせろ。頼む頼む。バリうまい。おい、重虎来い。結成から3ヶ月、メンバー同士がレッスンスタジオの外で過ごすのは初めて。これ俺ら指示していいんだよ。あ、いけ。先怖かった最悪。久々になんかアウトドアって感じ、確かに。しかもなんかこういうメンツでやるの初めてだったら、確かに。みんななんかね、前々から何かキッドマティックでなんかご飯行ったりとかしたいねとか話してたからね。桜綺麗。楽しかったよね。めっちゃ楽しかったよ。ずっとこもりっきりだったから。いい気分転換になったんじゃない。ちゃんと気持ち切り替えて取り組めるようにしましょう。はい。新生キッドマティック、ここから武道館に向けハードな日々が待っている。この日はキッドマティックのコラボ相手ファンタスティックスのメンバーとの顔合わせが行われた。おはようございます。おはようございます。おはようございます。うわ、キッドマティックだ。あ、はじめまして。元気なくない？おはようございます。はい。今回コラボをするファンタスティックスは2018年にメジャーデビューを果たしたダンス&ボーカルグループ。コラボ曲の指導に来てくれたのはリーダーの2人、世界、そして佐藤大樹。2人はファンタスティックスだけでなくEXILEのパフォーマーも兼任する。すでにプロとして活躍しているパフォーマーも数多く参戦したオーディションで一般公募から見事EXILEメンバーの座を勝ち取った2人。特に世界は海外のダンスバトルでも優勝経験を持ち、世界レベルのスキルを持つパフォーマーだ。そんな彼らとキッドマティックがコラボする曲はフライングフィッシュ。早熟セクシーと評されたキッドマティック、今までの課題曲と打って変わって爽やかな曲に挑戦。新たな引き出しが求められる。さらにこの曲に加えボーカルのないダンストラックもコラボするという。まずはフライングフィッシュの振り付けを教わる。振りはこれあるんだけど、基本構成はみんなにお任せしようと思うんで、振りだけ渡します。なんで構成はみんなで考えてもらって、決まった振り付けはあるものの9人のメンバーがどんな立ち位置で踊るかの構成、いわゆるフォーメーションはキッドマティックのメンバーに任せるという。っていうのはそれぞれアイデア出し合っ
ってもらって、何日で作ってもらうのがいいかね。2日後か。2日後来れる？もう一回来る。その時にだいたい多分デビューすると1日でとか半日でこういうのやんないといけなくなるから、今から練習でちょっとやっといてもらって、時間だけ有効活用してもらって、2日後にある程度 90% ぐらいできてると理想かな。はいはいはい。与えられた時間はわずか2日。練習を始めるにあたってチームをまとめるリーダーを決めることに。俺的にはしんのすけか翼くん。客観的に見れてるのが多分この2人かな。翼くんのおらん時も俊之介くんが勧めてくれて、勧めるのもすげえうまいから。パフォーマンスに関してめっちゃ進めてくれて、チームのことに関して結構考え方的とか俊之介いると思うけど、俊之介がなんていう嫌じゃなかったとか重荷にならなかった。でもなんかその人にリーダーすべて任せるじゃなくても、みんながリーダーであってほしい。仮リーダー、仮を名前つけとくだけ。リーダーだけど別にこれからやることあんまり変えるつもりはない。この声みんな形にしてくれるのはリーダーに選ばれたのは佐藤俊之介。ダンス歴10年、振り付けやフォーメーション作りも得意。そのセンスの高さを買われ大役を任されたのだが、自分の性格的に若干内気なところもあったりだとか、感情を出しにくい性格なので、人数も9人で結構多いので大変なんですけど、リーダーやるとなったりではちゃんとやり通さなきゃいけないので、いい方向に持って一緒に行けるリーダーになるのかなと、なんなきゃなのかなと思います。翌日、よしやろう。リーダー俊之介、早速フォーメーションを考えてきた。3列結局作るようにしたから。ところが、じゃあこっち半分からこっちはこっち。じゃあそっちのグループは後ろに行って、こっち前行って、この斜めで交差した後に横交差すればさ簡単なんじゃない？ああ、先ってことですか。だからこれは多分難しいから、自分が想像しているものをメンバーに理解してもらうっていうのが思っていた以上に難しくて、自分が言ったことをあまりメンバーが分かっていないなって。一方周りのメンバーもリーダー俊之介をフォローできない。だからハイマセンターじゃなくてソーマセンターになる。いやだからあれにしよう。そこからは待って待って。キッドマティックはダンス歴の長いメンバーが揃ったグループ。それぞれダンスにこだわりが強く、なかなか一つにまとまれない。意味はあるの？分からんのこれじゃ。後振りの振り替える、移動をなくす。いい移動の仕方があればいい。振り替えるっていうのはチームとしての一体感を生み出せないまま時間だけが過ぎていった。だいぶ焦ってます。もうやばいです。明日大輝さんと世界さんに全部をとりあえずお見せしなきゃいけなくて、本当は今日の夜の段階で完璧にしてっていうはずだったんですけど、結局終わらなくてっていう。焦りを抱えたままファンタスティックスの2人にチェックしてもらう日がやってきた。チャリラチャチャチャムーク移動チャ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 いけるくね？合ってる？あれ？お疲れ様です。お疲れ様です。はい。じゃあ見せてもらって。はいはいはい。お願いします。リーダー俊之介を中心に作ったオリジナルのフォーメーション。新メンバー重虎が得意なステップも取り入れた。
見せ場はメンバー全員がダイナミックに交差するこのパート。ファンタスティックスをイメージした爽やかなダンスでまとめたつもりだったが、これをファンタと一緒にやった時に悪目立ちしちゃうかなって思ったのと、あと多分踊り込みが足りないのか、アウトロはもう少しこう俺たちに見せるってなった時には今のクオリティじゃまだ見せない方がいいかなって思ったんで、あくまで自分たちの練習のためにやったんだと思ってもらって、これをそのままお客さんの前で出すとかっていうのは全く考えない方がいいと思うんですけど、あとまとめて作る時に誰が一番リーダーみたいな人っていました？僕がやりました。俊之介君、まあ一体感とかチーム感とかはちょっと全く見えてこなかったんで、まとめる人もまとめ方もこれから多分勉強しないといけないし、ついていくっていう人たちもちゃんと信頼してついていってあげるっていうことも多分大事だと思うんで、そこね、あと個人戦じゃないじゃん、落ちるかもっていう危機感を多分もうちょい持った方が多分ピシッとするのかなと思うんだけど。指摘されたのはグループとしてのまとまりのなさ。さらに練習を見ていたダンストレーナーからも昨日と何も変わってないよ。なんで2日間同じことやって同じ時間使って同じだけ進んでないの。多分危機感がないんですよ。できたものを踊るなんかも誰だってできるから、みんなじゃなくていいね本当に、今すぐなりたかった人と変わってあげてほしい。ファンタと踊りたかった人いっぱいいるはずだし、本当だって踊れないんだよ。立てないんだよ武道館。なんで立てるの？一生懸命やってたからだろ。一生懸命やってる？出れると思ってるじゃん。出れないかもよ本当に。出なくていいんだもん。だって出れない人は、出なくていい条件の人は。もっと大事にした方がいい。産んでくれてるもの。だって嫌でしょ適当に踊られたら。不安は彼が一番不安だよ。好きかどうか分かんないで作ってんだから。いいねってなってもないし、別にどっちなの？やりたくないのやりたくないって言ってくれた方がまだいい。じゃあ違うのやろうってなるし、リーダーは一番それが知りたい。みんながどうしたいのか、よくしたいってどこなんだろう、そのレベルが。他の子もそう思ってるなら何かをしてあげてほしい。できることを探していいねっていうライブを作ってほしくて、ただそれだけ。楽しく踊りたいのは趣味でいいから、もうすぐ帰っていい。絶対アーティストになれないから、そんな覚悟で。まとまりのなさははためにも明らか。どうするリーダー俊之介。厳しいダメ出しをもらったキッドマティック。ミーティングをしようというコータの呼びかけ。ところが俊之介はトイレにこもってしまった。リーダー不在の中、残ったメンバーで
話し合いが始まる。ほとんどやっぱり俊之介に任せっきりになってしまってた部分がめっちゃあって、音かけるとか動画撮るのも全部俊之介がやってくれてたし、多分一番ストレスも溜まってるのも俊之介だと思うし、同じチームメイトなのになんかその負担が一番その俺らがリーダーにしたのは俺らだから、なんかその俺らがちゃんと踊らないといけない時もなんか 100% で踊らないから何回もやり直したりとか長引いたりしちゃったし。俊之介が求めてるものとかをちゃんとこう理解したりちょっと汲み取ったりするのがこう練習の中での足りてなかった部分なのかなと思ってて、何かをするって決めたらちゃんとこう全体でサポートしていくのが大切かなと。ごめん。俊之介が戻ってきた。やっぱり自分はこのキットマティックっていうチームがすごい好きだから、この9人で武道館行ってやっぱりいい結果を残したいし、不完全な燃焼で終わりたくないっていうか、みんなで切磋琢磨して高め合って努力した上での自信っていうか、そういうのを持ってちゃんと武道館立ちたかったから、自分のやっぱリーダーとしての役割っていうのもまだまだだけど全力尽くしてそのみんなの力になれるために取り組んでいるつもりではあるから、できたらついてきてほしいっていうか。本当に何やってんだろうなってその時に思いました。もっとやんないとって。こうみんな同じ感じで仲いいんですけど、なんかこう入ってやってくれる人があんまりいなかったので、キットマティックにそこが弱点かなっていう感じました。多分みんな気づいてると思うんですよ。そのどうしても自分の踊り方っていうか自分を見せたいっていうのが結構出ちまって、今回はチームで全体の見え方が良くないといけないのに、やっぱその中でもチームで合格するぞっていうより、どうにかしてちょっと自分をいいようにっていう。俊之介を中心にグループが向かうべき方向を確かめるミーティング。キットマティックとはキットマティックって言ったらセクシーだとかそういうのいっぱいあるじゃん。でも全部が全部セクシーに、年齢は低めだけど大人っぽさを出せる。だから要するにセクシーかつパッション。キットマティックさ、絶対なんかいろんな見せ方持ってるじゃん。持ってるな。そう。だってクランプでここでしげちゃんが加わったことによってそういう余計増えたね。また増えた。そうだってさ、このチーム一番アクロバットできんじゃん。ハイマとシゲトラと翼じゃん。俺もできる。俺もできる。僕もできる。俺も策定ならできる。俺らが言いたいのは何の色でも出せますよってことでしょ。サイゼリアだじゃん。白色なくて食べ物がある。自分たちの個性を武器にチーム力を高めていこうと前を向き始めたメンバーたち。キットマティックといえばサイゼリア。サイゼリア。それ以降リーダー俊之介に任せていたこともみんなが率先してやるように。
それぞれが苦手分野を補い合う。新入り重虎も積極的にメンバーにアドバイス。あ、そうそうそう、そこの待ち時間ってかあれが長いのと、すぐ止まってから動き出したら見えないから。そしてリーダーの俊之介もなんかこれが俺の個性って言って、なんかすごくもう俺の個性っていうのがすごい立つだけど、なら新しい意見持ってこいよみたいな感じだから、こっちからしたらマジで本当に見は進まないし、でも進みはしてるんだけど、これこうだからじゃあこうした方がいいんじゃないとかあった方が進みやすいし、そこには大きな声を出しグループを引っ張る俊之介の姿が。そうじゃなくてこうなってるからじゃあこうした方がいいんじゃないとか、一緒にやってあげるとかさ、そういうのちゃんと一回一回向き合ってあげるのがすごく大事だと思うから、その一個一個の発言に責任持ってほしい。控えめじゃやっぱりダメだなと思いましたし、やっぱり行くとこガンガン行ってなんか出すとこもっと自分出して、キットマティックっていういいチームのリーダーがこうなってたらダメだな。もう負けないです。今ダンスのクオリティ半端じゃないの。もうこれなんか自画自賛みたいになるんですけど、僕の構成負けません。そして迎えたファイナル直前チェック当日。果たしてキッドマティックはコラボ曲でアピールできるのか。そしてファイナルステージ武道館を制するのは一体どのチームなのか。キッドマティックです。よろしくお願いします。